この後6時からは BS ゼルダの伝説第1話をお楽しみください。思いと騙してもたないしね。さよなら。おい。サテラビューを持っている人だけへの美味しいデータプレゼント、夏休みの王様秘伝ゲーム速報。スーパーファミコン放送は夏休みの王様期間中も新作のお試しソフトが目白押し。今週はビジットより8月25日発売予定。みんなでやると100倍楽しいザ・心理ゲーム3が実際に楽しめちゃうお試しソフトをオンエアします。8月5日土曜日から11日金曜日までの7日間毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違いないで受信してね。話題のソフトザ・心理ゲーム3の面白さが発売前にこっそり分かっちゃう。サテラビューって本当に美味しいですね。サテラビューを持っている人だけへの美味しいデータプレゼント、夏休みの王様秘伝ゲーム速報。スーパーファミコン放送は夏休みの王様期間中も新作のお試しソフトが目白押し。今週はバンプレストより8月4日発売の怖いソフト、学校であった怖い話が実際に楽しめちゃうお試しソフトをオンエアします。8月1日火曜日から7日月曜日までの7日間毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違いないで受信してね。話題のソフト学校であった怖い話の迫力が買う前に確かめられる。サテラビューって本当に美味しいですね。ただいまより BS ゼルダの伝説第1話を送信します。このプログラムは衛星回線を通じて全国のプレイヤーがリアルタイムで同じゲーム空間でプレイできる世界で初めてのゲームプログラムです。音声 BGM は BS の高音質で大迫力のゲームが楽しめます。なおこのゲームはゼルダタイムという時間空間でのみ存在するプログラムです。メモリーパックにセーブすることはできません。それでは素晴らしいゼルダの世界へどうぞ。遥かなる昔のこと、神々はこの世界を創造された。神々はその大いなる力の証として黄金の正三角体トライフォースを残された。力を支配する者、知恵を司る者、勇気を鍛える者、それぞれ3つの紋章を持つトライフォースはそれを受け継ぐにふさわしいものが現れるまで誰にも気づかれぬ聖地で眠っていた。天下るいずこかに黄金の力あり。触れそめし者の望み神に届かん。それはハイラルの地に伝わる言葉である。黄金の力トライフォースを手にすれば望みが叶うという言い伝えに惹かれた者たちは我先にと聖地を探し求めた。
しかしこともあろうか、最初に聖地の扉を開きトライフォースを手にしたのは盗賊団の首領ガノンドロフであった。まさにこの時邪悪の王ガノンが誕生した。やがてガノンの邪気はハイラルにも広がり、不吉な出来事が次々に起こるようになった。そこでハイラルの王は7人の賢者と騎士団に邪気の根源を封印するように命じた。ハイラルの人々は神のお告げによりトライフォースをかどわかす魔を倒す力を持つ聖剣マスターソードを作り出した。しかし7人の賢者でさえ聖剣マスターソードを使いこなすことはできなかった。人々は聖剣マスターソードを使いこなすことのできる勇者が現れるのを待った。しかしガノンの邪気の勢いは勇者の出現を待たずに王宮にまで迫り、壮絶な戦いが繰り広げられた。多くの犠牲の後、賢者はやっと封印を成功させ、後に封印戦争と呼ばれる戦いは幕を閉じ、再びハイラルの地に平和が訪れた。私の名はゼルダ姫。邪悪な力によって地下牢に閉じ込められています。勇者よ、早く立ち上がって。ハイラルが危ない。ひとときの平和を引き裂いた謎のメッセージ。急げ勇者よ、ハイラルの地に再び平和を取り戻すのだ。よく来た勇者よ。この地の者たちは皆お前が現れるのを待っておったのだ。ああ、驚かなくともよい。お前が星に導かれてこの地にやってくることは分かっておったのだ。よいか勇者よ、奪われたトライフォースをすべて集めて魔王ガノンを倒すのだ。わしはここからお前に力を送ろう。もう一つ、これは大事なことだ。この世界は決められた時間の中にしか存在しない。時が来ればこの世界は幻のように消えてしまうのだ。まずはこの地のどこかにあるという魔王の迷宮を探せ。急げ勇者よ、この剣を持ってゆくがよい。旅立ちにあたって覚えておくべきことがある。剣を使うのは A または Y ボタン。押してみてくれ。次に X ボタンを押してもらいたい。この画面をサブ画面と呼ぶ。この画面には君が持っているものが並ぶことになる。持っているものを使うときは選んだ後 X ボタンでゲームに戻り B ボタンを押すと使うことができる。使いたいものを切り替えるには再び
X ボタンでサブ画面を呼び出すのだ。 LR ボタンで切り替える方法もある。では幸運を祈る。老人の話によると、トライフォースは魔王の迷宮の中だ。噂では迷宮にはさまざまな仕掛けがあるという。今週君はレベル1とレベル2の迷宮を探すことになる。1の迷宮はすぐに見つかるだろう。しかし2の迷宮はどこかに隠されているという。地上でも迷宮でも魔王の手下が君を狙ってくる。敵と戦って力が尽きそうになった時は妖精たちが君を守ってくる。泉はその妖精たちの住みかだ。勇者よ、今どこで戦っているのだろう。今のお前の力では苦しい戦いをしているに違いない。今から少しの間、剣に力を授けよう。よいか、私の声を聞いているすべての者が今この地で戦っておる。一刻も早く使命を果たさねばその者たちに負けてしまうぞ。なんとライフが満タンでなくてもビームが出るではないか。今のうちにトライフォースを取り返せるかもしれない。ただしライフの残っている数に注意しよう。慌てて突っ込んでいくと突然倒されることになるかもしれない。商人から物を買うにはルピーと呼ばれるお金が必要だ。爆弾や鍵、ルピーの数は常に注意していた方が良さそうだ。持っている数は画面の上に示された数字でわかる。商人が売っている盾はさすがに今君が持っている盾より頑丈だ。水面から顔を出して攻撃してくるゾーラの弾を防ぐことができる。
力が出なくなった。効果が切れたようだ。これからは今まで以上に慎重に戦わなくてはならないだろう。どこかで爆弾を手にしただろうか。爆弾は B ボタンで使うことができる。この世界には爆弾で壊せる壁や扉があるという。特に迷宮の中には壁に埋め込まれた顔の像がある。これらの石像には爆弾で壊れるものもあるという。また謎の動くブロックがどこかにあるというが、されておった禁断の書を紐解いているのだが、雷の章に載っている術を魔王の手下どもに向けて使ってみよう。
くがよい勇者よ。私の目にハートの器が見えてきた。新しく流れ着いたものに違いない。波の音が聞こえている。ハートの器を手にすればきっとお前の戦いの助けになるだろう。老人の目に映ったハートの器とは何のことなのだろう。波の音が聞こえる場所とは。東の桟橋の沖にあるハートの器は初めからあったものだ。今の国には取ることはできないようだ。だとすると他に波の音が聞こえる場所があるはずだ。君は壊れる壁や崖を見つけただろう。爆弾をうまく使おう。老人や商人の洞窟から考えると爆弾を使う方法は一つしかない。怪しい崖を探すヒントになるだろう。崖の中、見えない洞窟に住んでいる老婆がいるという。一体どこのことなのだろう。噂によるとその老婆はライフの回復ができる薬を売っているらしい。早く手紙を届けて手に入れたいものだ。今回はトライフォースは2枚あることが分かっている。しかし迷宮の入り口は1つしか見当たらない。2つ目の入り口はどうやら爆弾を使わないと見つけられない場所にあるようだ。この辺りで B ボタンを使う持ち物のおさらいをしておこう。爆弾は強力な武器だ。だが武器として以外にも壁や崖を壊すことにも使えるのだ。これは重要なことなので覚えておく。特に壁の石像を壊してみよう。
ブーメランは敵の動きを止める働きがある。手の届かない遠くのものを取るときにも便利だ。斜め方向に投げることもできる。矢を撃つには弓が必要だ。弓は魔王の迷宮のどこかにある。矢は商人が撃っている。しかし矢は撃つたびに持っているルピーが減るので注意が必要だ。
したというのだ。泉に住んでいる妖精が姿を消した。これも魔王の仕業かもしれん。このままにしておくわけにもいくまい。なんとか妖精たちの居所を突き止めるとしよう。泉の妖精がいなくなった。どうやら魔王の力が働いているようだ。彼女たちがいなければ戦いは苦しくなる。気をつけねばなるまい。確かに敵を倒しても妖精は姿を現さない。このままでは危険だ。ライフを回復させる薬が欲しいところだ。禁断の書の中の円の書に出ている術を使ってみよう。あまり役には立たんか。
精たちの居所が分かりそうだ。これで彼女たちの力を借りることができる。幸い彼女たちはお前に好意的だ。お前の役に立ちそうな新しい術も教えてくれた。その術をお前に向けて使ってみよう。妖精たちは今君の味方だ。今のうちに戦いを有利に運んだ方が良さそうだ。崖に住んでいる老婆は空を飛ぶ花の怪物に囲まれたので仕方なくそこに隠れているのだという。爆弾を使って探してみるのもいいだろう。He succeeded in stealing only the power half of the Triforce. Princess Zelda of the Small Kingdom took the wisdom half, divided it into 8 parts, and hid them. 禁断の書に気になる術を見つけた。戦いの手助けになると良いのだが。も
元の泉へと帰ってゆく。魔王の力から逃げ切ったようだ。泉は以前の力を取り戻した。お前を助けてくれた妖精たちも今までほどには力を貸してはくれまい。心して戦うがよい。今週はトライコースを2枚取り返せば完了だ。すでに持っているとすれば来週に備えて買い物をしたりルピーを貯めておく方が良さそうだ。最後にとっておきの実が載っておった。早速使ってみよう。キャー！どうだろう。
私の目に恐ろしい光景が見えている。怪物を、岩を、壁を煙とともに壊して歩く者の姿だ。これは私の力ではない。お前をこの地へ導いた星の力が私を通して現れてくるものかもしれん。この意味がお前に伝わるであろうか。持ち物に変化が現れた。なんと爆弾の数が。これなら存分に使えそうだ。
も行けない場所がある。しかしきっと行けるようになる時が来る。そんな場所はしっかりと頭に刻みつけておきたい。爆弾の力が消えたようだ。星の力も弱くなってきておる。急がねばならぬ。私の力もそう長くは続かぬ。この地は間もなく消え去ってしまう。お前に残された時間はあとわずかだ。魔王の手から2枚のトライフォースを奪い返すのだ。時間がなくなってきた。もうやり残したことはないだろう。弓は持っているか。ブーメランは手に入れたか。もう時間はわずかしかない。トライフォースは2枚揃っただろうか。間もなくこの世界は消えてしまう。急げ、急ぐのだ。
small boy by the name of Link, who had the strength of a pure heart. He took it upon himself to save the Princess Zelda, but in order to defeat the evil Ganon, who is now in possession of the power half of the Triforce, he needs to find the 8 parts of the Wisdom Half. It is only with the complete wisdom that he can enter Death Mountain, the domain of Ganon. Can he find the 8 parts? Can he save Princess Zelda and defeat the evil Ganon? He can do these things only with your help.とうとう時間がなくなってしまった。よくぞ戦い抜いた勇者よ。私はここからお前の勇姿を見守っておった。今日の戦いはここまでだが、お前の使命が終わったわけではない。再び